今年の WWDC はちょっと空気が違います。6月9日の未明に Apple の WWDC26 があります。毎年新機能は楽しみですが、今年は AI 周りに大注目しています。今日は発表前だからこそ、どう見ると面白いかを整理したいと思います。毎年 WWDC では iOS や MacOS の新機能が発表されます。もちろん今年もそこは楽しみなんですけども、僕は今年少し見方が違います。新機能が何個増えるかよりも、Apple が AI 時代のコンピューターをどう考えているのかが見えるかもしれないと思っています。Apple は AI で遅れているのか、多分ここは多くの方が気になっていると思います。正直に言うと、遅れて見える部分はあります。ただそこで終わる話ではないと思っています。Apple が得意なのは、新しいものを単体で出すことより、いつの間にか使っている基本機能にしてしまうことです。僕は今年の WWDC で特にそこを見たいと思っています。今日は公式情報も少し踏まえながら、噂は噂として楽しめればいいと思っています。Apple の AI は基本機能になるのかどうか、Mac の話は買い替えも検討しているので、結構自分ごととして見ると思います。噂が当たるか外れるかだけではなく、Apple が何を見せようとしているのか、そこを見るための基準点を作る動画になればいいなと思っています。皆さんこんにちは。ためになる Apple の話のタカです。よろしくお願いします。今日の大きな軸はこれです。AI はアプリなのか、それとも基本機能になるのか。チャット GPT や Claude、Gemini を見ていると AI はアプリのように見えます。アプリを開いて何かを質問する。そういう使い方が一番ピンときやすいと思います。でも Apple が本当にやりたい AI は多分そこだけではありません。iPhone や Mac の中でいろんなアプリに散りばめられる AI。この辺がやっぱり Apple らしいと僕は思っています。そしてこれは今の Apple Intelligence でも意識して使おうとすると片鱗は感じられると思います。文章、写真、通知、Siri の中に AI が少しずつ散らばっている感じです。基本情報から確認すると WWDC26 はアメリカ時間で6月の8日からです。キーノートは6月8日午前10時。日本時間では6月9日の未明になります。そして Apple 自身も AI の進展に触れると公式サイトで案内していました。なので今年 AI に注目するのはかなり自然な見方だと思います。もう一つ大きいのが Apple の社長交代です。ティム・クックさんがエグゼクティブチェアマンへ移り、ジョン・ターナスさんが CEO になることも発表されています。ここから何かを断定するわけではありませんが、かなり面白い補助線だと思っています。ハードウェアの人が次の Apple を率いる。ここは AI 時代を見る上でかなり気になります。AI をクラウドに質問するものとして見るなら、端末はそこまで重要ではありません。どのスマホでも、どのパソコンでも、ブラウザやアプリから AI に質問すればいいからです。でも AI が端末の中の情報を理解して、実際に操作を助けるものになるなら、端末そのものの作りがかなり重要になってきます。Apple が公式に出している AI の中心は Apple Intelligence です。これはチャット GPT のようなおしゃべり専用アプリではありません。iPhone や iPad、Mac の中に入る個人向けの知能という位置づけです。ここをどう見るかで Apple の AI の印象はかなり変わります。もちろん技術的に頑張れば最新の AI をカレンダーやメモに自分でつなげることもできます。そういう使い方をしているからこそそう思うんだと思います。でも Apple が打ち出したいのは箱を開けた時に最初から入っている AI のはずです。だから皆さんに安心安全に使ってもらいたいという気持ちがあります。文章を整えたり、メールや通知を要約したり、写真を探したり、Siri とつながったり、そういう日常の操作の中に AI が入っていく考え方です。新しい AI アプリを見るというより、普段使っている機能の中にどう入ってくるのかを見るのが今回の発表のポイントだと思っています。Siri に期待したいのはおしゃべり上手になることだけではありません。本当に生活を手伝ってくれるパーソナルアシスタントになることです。ただ会話が自然になるだけならチャット GPT や Claude と正面から比べられます。でも iPhone の中のアプリや予定や画面上の情報とつながるなら Apple にしか出しにくい強みが出てきます。そこが WWDC でどこまで見えるのかが楽しみです。そしてもう一つ Mac の話です。Apple は今 Mac を AI 向けのコンピューターとして説明しています。ここで出てくるのがApple シリコンやニューラルエンジンです。そして大事なのがユニファイドメモリーです。コンピューターにはメモリという作業机があります。作業中の資料を広げておく場所だと思ってください。普通のパソコンでは CPU という中心の計算係があります。そして AI でよく聞く GPU もあります。GPU はもともとゲームのグラフィックを処理するような部品です。画面のどこに影があるのか、どこを明るくするのか、そういう細かい点をものすごく大量に計算します。だから AI の計算ともかなり相性が良かったわけです。
ただ、今までの多くのコンピューターでは CPU と GPU の作業机は別々でした。CPU 側のメモリと GPU 側のメモリが分かれていたわけです。でも Apple Silicon の Mac はユニファイドメモリという仕組みになっています。かなり乱暴に言うと CPU と GPU が同じ作業机を使えます。AI は大きな資料を広げて CPU や GPU でやり取りする場面が多いです。その時に作業机が一つだと行ったり来たりが少なくて済みます。だから AI にとってかなり都合がいい構造です。同じ作業机という言い方だけだと少し誤解が生まれやすいです。安いオンボード GPU のパソコンもメモリを共有しています。だから同じではと思うかもしれません。仕組みとして近い部分はあります。でも Apple Silicon の場合は CPU、GPU、ニューラルエンジンまで含めて最初から一つのチップの中で近い距離で高速通信させる前提になっています。単に安くするためにメモリを借りているだけではなく、全体を一つで設計しているところが AI との相性に効いていると思います。しかもここが面白いところで、これは最初から AI のためだけというよりも、省電力やコストの都合でそういう形になっていたものが、結果として AI 自体にすごく合ってしまった。これはかなり面白い偶然というか、奇跡みたいな部分だと思っています。端末の中で AI が動くと、外に出さずに処理できる情報が増えます。反応も早くなりやすいですし、クラウド側の費用も抑えやすくなります。個人の文脈とプライバシーを重視する Apple とはかなり相性のいい方向です。だから Mac や Apple Silicon の話は AI の話と切り離せないと思っています。もちろん Apple が全部正しいと言いたいわけではありません。生成 AI の進化は本当に早いですし、クラウド AI はものすごく強いです。Apple は遅れて見える部分もあります。そこは正直あると思います。でも端末と個人情報とアプリの統合では Apple にしか出しにくい強みもあります。ここで少しだけ僕自身の話もしておきます。僕は今かなり先の使い方を試している側だと思います。今の僕はコーデックスっていうのとクロードコードを使っています。感覚としてはほぼ3人1組のチームです。僕が目的や仕様や優先順位を決めて、AI が実装したり整理したり、別の AI がそれを検証したりします。これは僕が特別だと言いたい話ではなく、今一部で起きている変化の話です。ここはまた今後の動画でもう少し詳しく話していいと思っています。正直に言うと、今の先端的な使い方は、ありえないぐらい便利です。でも自分の情報を本当に自分でコントロールするという意味では、かなり二の次になっているところもあります。世の中がイケイケに進んでいる状態を実際肌身で感じています。だから今の段階で皆さんも真似してくださいとは言いにくいです。興味がある方は全然試していいと思います。でも全員に安心して進められる形はまだ少し先だと思っています。だからこそ Apple には上手な形で全員に無意識に使ってほしい AI として AI 機能を出してくれることを一番期待しています。僕は自分でいろいろできるから Apple にはもう期待しないという話ではなく、むしろ自分でもうやってるからこそ Apple が目指す形を見たいと思っています。そしてこの生活をしていると Mac の見方がかなり変わります。僕にとって Mac は単なる仕事道具としてではなく、家で AI に働いてもらうための共同作業空間になりつつあります。だからもし WWDC でデスクトップ型の Mac が発表されるなら、僕はかなり本気でデスクトップへの移行を考えています。ノート型を持ち歩くより、家で AI に働いてもらう。そういう生活に少しずつ寄ってきています。これは大げさに聞こえるかもしれませんが、かなり現実の感覚です。AI に長い作業を任せたり、仕事のアイデアの別案を検討したり、仕事を便利にするツール開発を並行して進めたりしています。そうなるとメモリや処理性能やずっと動いてくれる安定感が大事になります。だから今回 Mac の発表があると嬉しいなと思っています。当日までいろんな話が出てきますが、噂は噂として楽しみましょう。当たるかどうかだけでなく、何かを期待するその瞬間がワクワクします。巷では Siri の大きな変化や外部 AI との連携、オンデバイス AI の強化など、いろんな話が出ています。デスクトップ Mac が出るのか、新機能は日本でも使えるのか、そこまで含めて発表前の楽しみどころだと思っています。今の話は当日まで噂の領域を出ません。でも噂と分かった上でワクワクするのはありだと思います。僕は AI に関しても何を基準に見るかが大事だと思っています。話が上手いだけなのか、実際にアプリを操作できるのか、端末内でどこまで処理するのか、開発者にどこまで開くのか、ここを見ると発表後の期待値が作りやすいです。正直なところ、発表時のデモはすごく綺麗に見えることが多いです。でも見るべきなのは、できたできないだけではありません。どのアプリと繋がっているのか、どの情報を理解しているのか、端末内で処理しているのか、クラウドに送っているのか、ここまで想像できると、かなり手触りのあるものになります。というわけで WWDC では、僕はこのあたりを見たいです。
AI をアプリとして見せるのか、基本機能として見せるのか、Siri が会話だけでなく、実際に操作まで行くのか、そして Mac が AI 時代の仕事場としてどう見せられるのか、デスクトップ Mac が出るなら、僕の生活にはかなり大きいです。日本対応は対応機種も実際に使えるかを左右します。いろんな意味で楽しみです。先端の技術は、最初は一部の人が尖った形で試します。最初は F1 の技術が高級車に入り、その後ファミリーカーにも入っていくように、今は一部の人が試している AI の使い方も、いずれ普通の道具になると思います。しかも AI の場合は、そのスピードがかなり速いです。おしゃべり AI はすでにかなり一般化しました。次は AI が文章を直すだけじゃなく、アプリを操作したり、仕事を進めたりする方向へは、もうかなり進んでいる段階です。Apple がそこをどう見せるのか、僕はかなり楽しみにしています。もちろん発表前なんで何が出るかはわかりません。すごく大きな発表があるかもしれませんし、思ったより地味かもしれません。でも今年は Apple が AI とどう向き合うのか、そして Mac をどういう仕事場として見せるのかを見るにはかなりいいタイミングです。まとめると Apple の AI はチャットアプリだけでは見ない方がいいです。OS やアプリの中に入る基本機能として見ると面白いです。噂は噂として分かった上で楽しめばいいと思います。そして僕自身は Mac の発表をかなり自分ごととして見ています。今回の WWDC はただの新機能発表ではありません。Apple が次の時代のコンピューターをどう考えているのかを見るイベントでもあります。僕はその辺をとても楽しみにしています。皆さんは WWDC26 でどんな AI 発表を期待していますでしょうか？ Siri が賢くなることなのか、Mac で AI がもっと動くことなのか、それともデスクトップ型の Mac が気になっているでしょうか？何に気になっているのか、もしあればコメントで教えてください。それから僕が Codex や Claude コードを使って AI と仕事をしている話も、それも興味があるという方はコメントで教えていただければと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。